昔から日本に伝わる妖怪伝説。日本人と妖怪とは遥か昔から今まで深い関わりを持っており、日本人の精神性や自然観にも影響を与えています。妖怪とは人知を超えた現象やそれを起こす不思議な力、非日常的な事情をモチーフにした化け物のことです。あやかし、もののけなどとも呼ばれている妖怪たちは、古代では生物、無生物などにかかわらず、自然物にはすべて精霊が宿っていると信じられてきました。人間が理解できない不思議な物事が起きたとき、それを妖怪の仕業にすることで何とか理解しようとしてきたのです。特に妖怪が現れたのは山や海などの水辺、自然と関わりながら暮らす中で、自然の不思議な現象や巨大な力に畏怖の念を抱いた心が妖怪を出現させたのです。こんにちは、私はるです。今回は日本に伝わる有名な妖怪についてご紹介します。非常に残念、獰猛な性格で毒を吐き、人を殺すことを好む牛鬼。伝承では頭が牛で首から下は鬼の胴体を持つ、またはその逆に頭が鬼で胴体は牛の場合もあります。さらに別の伝承では牛の首で雲の胴体を持っていたともされる。また山間部の自衛の門前に牛の首に人の着物姿で頻繁に現れたとの伝承もある牛鬼。和歌山県西村郡の牛鬼淵は、そこが海にまで通じており、淵の水が濁ると牛鬼がいると言われて、毛皮を舐めることでその人を食い殺すと言われています。このような時は、石は流れる、木の葉は沈む、牛はいななく、馬は吠えるなど、当客の言葉を言うと命が尽かるという技もあります。またこの牛鬼は猫のような体と一丈、約 3.3 メートルのものを持ち、体がマリのように柔らかいので歩いても足音がしないという。酒が大好物なので、正月に酒を備えると牛鬼に襲われずに済むとも言われています。また当家の名話では、ある村で家畜の牛が牛鬼に殺され、退治しようとした村人ともまた食い殺されたところへ、話を耳にした近藤左近という武士が弓矢の一撃で退治しました。村人たちは大喜びで弓を引く真似をしながら左近の牛鬼に退治の様子を話したという。これが当家に伝わる表祭りの由来とされました。海に住む妖怪、海坊主、海入道とも呼ばれて、多くは夜間に現れ、鮮やかだった海面が突然盛り上がり、巨大な黒い坊主頭の異形が出現し、船を破壊するとされる海坊主。大きさは目撃談によってかなり光があり、数メートル程度のものから数キロに及ぶものまで様々であり、川に出現したり上陸したり、船妖怪のようなことをしたり、風船のような姿をしていたりなど、かなり見た目が異なることもあります。一説では、新月の時の月明かりがなくなる四国の闇に船を出さないように、戒めのためにそのような話が言い伝えられるようになったということもあります。様々な地方で海坊主について言い伝えが残っていますが、少しずつ違いがあります。東北の地方では、海坊主は門白のような役目で、最初に取れた魚を神様に授ける風習を破った船を壊します。梅坊主の姿は定型的には巨人が胸から上の海上に表したようなシエルトで描かれるが、
必ずしも人の形で描かれるとは限らない。坊主頭の頭上部の未開状に表したかのような、あるいは極大に大きな襟のような水面の盛り上がりとして描かれることも多いです。海坊主の存在を海内の比喩、あるいは海を甘く見てはいけないという教訓と取られる解釈もあります。シュテイントーチはタンパ国とタンコの国の境にある大江山に住んでいたとの伝わるウニの頭領、あるいは同族の頭目、酒が大好きだったことから定家たちからシュテイントーチと呼ばれてきました。彼が本拠とした大江山では洞窟の湖底に住み、茨城童子などの数多くの鬼どもを部下にしていたという。伝承ではシュテイントーチは最終的に源頼光とその破壊の渡辺の綱たちに太刀で首を切断されて打倒されました。このシュテイントーチにはたくさんの昔話があり、京都に登ったシュテイントーチは茨城童子をはじめとする多くの鬼を従え、大江山を拠点としてしばしば京都に出現し、若い貴族の姫君を誘拐してそばに仕えさせたり、刀で切って生のまま食ったりしたという。シュテイントーチの配下は茨城童子がおり、そしてシュテイン王として星駒童子、熊童子、虎熊童子、剣童子の4人の鬼がいます。茨城童子については渡辺の綱に腕を切り落とされることが通戒されており、後に戦闘で討ち取られました。人々にとって恐怖の対象である鬼は、しかし最終的には神仏の力に人間の武勇知恵のためにいぶされた一目は追放される運命を担るされていました。